66.07%。ある会社の議決権のうち、別の会社が握った割合です。誰が何を取ったのかは、まだ申しません。一つだけ先に言えることがあります。この会社は、買われる前から、買った側の仕事を請け負っていました。第20億系、稼働罰格、道を借りて、その先の国を、罰話です。この話は、3つの色で進みます。金は、道。ここでは、受託製造という仕組みのことです。灰は、道沿いを国。赤は、失われたもの。色の意味は、最後まで変わりません。先に、この話の限界を申し上げます。誰の道を借りたのかは、公表されていません。受託製造の顧客別の構成は、非開示です。ですから本編では、特定の会社名を挙げません。推測もしません。代わりに、構造だけを語ります。他社の名前で作り続けるという仕組みが何を蓄えるのか。それは、顧客が誰であっても同じだからです。まず、言葉の定義から入ります。受託製造。他社のブランドの製品を他社の設計で他社の名前で作ることです。工場は自分のもの。しかし、看板は他人のもの。製品が売れても名前は残りません。道を通っているだけで、道の持ち主にはならない。それが、この仕組みの見え方です。2016年2月末、買収の交渉が一旦止まります。本杯がシャープの抱える偶発債務を知ったからです。規模はおよそ3000億円。将来、条件によっては負担しなければならない債務です。最終合意は先延ばしされました。ここからおよそ1ヶ月の交渉が始まります。2016年3月30日、本杯の取締役会が決議します。第三者割当増資の引受額は3888億円。当初の予定は4890億円でした。およそ1000億円減っています。1ヶ月前に知った債務がこの差になりました。値段は交渉の間に書き換えられていたのです。画面に3つの点があります。起点、具、そして角。矢印は左から右へ一方向に伸びていきます。通り抜けるだけに見えます。ですが、この図には続きがあります。途中で向きが変わる。矢印は同じ道を引き返してきます。その時、道沿いに何が残っているのか。2016年8月12日、払い込みが完了します。本杯グループ4社で、議決権の 66.07%。筆頭株主となりました。この前後、シャープは債務超過により、東証1部から2部へ指定替えとなります。本社は、堺工場へ移り、本杯グループ副総裁の大勢吾氏が新社長に就任しました。そして、2017年12月、一部へ復帰します。ここまでを一行にします。道を貸した者は、通る者が何を運んでいるかを見ていなお。道を貸すこと自体は損ではありません。通行料が入ります。問題は、通っている者の荷物が年々重くなっていくことです。36系の第4部、トン線系、戦線が乱れ、敵味方が入り混じった局面のための6系です。第19系、不定中心、第20系、昏睡母魚、第21系、金銭脱角、第22系、関門即属、第23系、遠行均衡、第24系、稼働罰格。今日はその最後の一つを読みます。系の構造は3つの動きでできています。道を借りよ。自分の名前では入れない場所へ他人の名前で入る。受託製造はまさにそれです。通り続けよ。一度きりでは何もたまりません。通り続けている間に規模も技術も資金も交渉力も少しずつ手元に残っていきます。そして3つ目、道沿いを取れ。貸した側は通る者に何が溜まったかを見ていません。情景から入ります。紀元前655年、秦の健康が隣国の具に使者を送ります。求めたのは道です。その先にある角を罰したい。通らせてほしい。そう申し入れました。具と角は隣り合っています。この時、具の大夫、旧式が諌めました。
春秋左氏伝、紀行5年に、こう残っています。保者愛より、唇滅びては寒し。保者愛より、唇滅びて挟むし。頬骨と歯茎は、互いに支え合っている。唇がなくなれば、歯は寒い。核が滅べば、次は愚です。そうときました。愚公は、聞きませんでした。秦軍は、借りた道を通りました。そして核を滅ぼします。ここまでは約束通りです。しかし、軍は帰りませんでした。引き返す途中で、軍にとどまり、そのまま軍も滅ぼします。通ったのと同じ道でした。道を貸すとは、自分の国の中を歩かせる、ということだったのです。取った国は、重荷になりました。2023年3月期、堺ディスプレイプロダクトの生産設備について、1884億円の減損損失を計上します。翌2024年3月期の連結最終損益は1499億円の赤字。そして自己資本比率が 10% を下回りました。本杯の笠下に入って8年で初めてのことです。道の先で取った国には維持費がかかりました。では、道を通り切った側には何が残ったのか。3つ数えます。1つ目、取った国は持ち続けなければなりません。滅ぼして終わりではない。工場も人も残ります。2つ目、買う前から国は傷んでいました。3000億円の偶発債務は交渉の途中で見つかったものです。見つけたから値段が下がった。しかし、傷が消えたわけではありません。そして3つ目、道を貸す側は通る者に何が溜まっているかを見ていません。混戦形。6形を振り返ります。熱源を断つことと、濁った火に網を入れること、相手の火を消すか、外の乱れに乗るか、殻を脱いで出ることと、門を閉めて出さないこと、自分が抜けるか、相手を抜けさせないか、そして遠くと結ぶことと、隣の道を借りること、距離を味方にするか、距離を近道にするか、6つに通底しているものを画面の最終棒に置きました。乱れた戦線では、正面から押す者が最も損をする。だから火を狙い、濁りを待ち、殻を残し、出口を数え、遠くと結び、道を借りる。どれも正面を避ける形をしています。次の期、平線形、第25形から始まります。道は貸すものではありません。通らせるものです。そして、通った者が何を持ち帰るかは、貸した側からは見えません。